皆さんこんにちは。自由度を上げるヒントです。このチャンネルでは、障害者の兄弟姉妹、いわゆる兄弟児として育った私の経験と、兄弟児が楽になるヒントをお伝えします。今回は初回ですので、まず自己紹介しますね。ようこと申します。現在私は50代で知的障害の兄がいます。兄の青年後見人を務めています。ヒーリングセッションをしていて、貝殻拾いをすることが趣味です。家族ですが、2008年に母、2015年に父が亡くなり、親亡き後の生活をしています。以前から兄弟児をサポートしたいと思っていたんですが、父が亡くなった後、まず実家の不要品の整理、実家を解体するまで数年かかってしまいました。一人で一軒家を片付けるのはほんと消耗します。その後に引っ越し、最近ようやく落ち着いてきて YouTube を始めることにしました。さて兄なんですが、日常生活にサポートが必要な重度のダウン症です。会話・筆談ができないのと、かなりマイペースで頑固な面もあります。50代後半ですが、ヒーローもの、アニメが好きでよく見ています。ダウン症では高齢になるので、体調が気になるところではあります。次にこのチャンネルについてです。私はヒーリングセッションをしているので、スピリチュアルな内容を含むことをご了承ください。私自身は精神世界、心の世界を学んでとても楽になったのですが、お好きでない方は無理に見る必要はありません。また障害のあるご本人、障害のあるお子さん、兄弟児をお持ちの親御さんにとっては複雑な感情をお持ちになるかもしれません。その場合も動画を閉じていただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。さて本日のテーマ、親亡き後の今、こんな風に過ごしているよというお話です。兄は福祉施設に入所しているんですが、年に2回ほど面会をしています。職員の方とも面談して生活の方針を決めています。コロナ禍ということもあって、今年は2年ぶりに面会できました。ちょっと驚いたんですが、老けたなぁという印象です。まあその分私も年齢を重ねているわけなんですけれども、青年後見人を務めているとお伝えしましたが、途中から財産管理は弁護士さんにお任せすることになりました。毎年兄と共同名義の収支を家庭裁判所に報告する必要があります。弁護士さんが書類を作成してくれますので、署名・捺印をして提出。兄のことで何かをするというのは年間4、5日程度ですね。子供の頃に想像していたよりは楽にできている気がします。でも最初はこうではありませんでした。母が亡くなった頃はたくさん帰省日があって、それはこんな風でした。保護者が実動するのは年間60日くらいあったんですね。当時父は83歳でしたから、さすがに一人でやらせるわけにはいかない。私も手伝っていました。その頃は別に住んでたんですが、リモートワークでしたので、実家にパソコンを持ち込めばなんとかなりました。ただ束縛される感覚は大きかったです。後から分かったんですが、実は週末の帰省を免除してもらっていたみたいなんですね。本来は倍以上の帰省日があって、もしそうだったら私ちょっとできなかったと思います。トイレや入浴の介助、兄は好きな DVD は自分で選べても、それを再生することはできないので、次はこれが見たいと持ってきます。それに対応するのが
地味にめんどくさい。実家で甘えも出るのか、深夜1時頃まで寝ないし、翌日も昼まで起きません。生前母も帰省があると自分のことが何もできないとよく言ってましたが、すべてのことに兄のタイミング待ちなので、何か大きな負荷がかかっているようでした。兄なりの儀式なんでしょうが、実家に置いてある兄の洋服をそこかしこにばらまくんですね。落ち着かないですし、後片付けもうんざりでした。長期休暇は10日くらいありますので、例えば春休みが終わったと思ったら1ヶ月もしないですぐにゴールデンウィークがやってきます。帰省に付き合うと私自身の回復に20日間くらいかかっていたみたいなんですね。そこに次の帰省がやってくるので、自分のことをやるモチベーションが一向に上がらなかったんです。そこで試行錯誤を重ねて帰省日を減らしていきました。イベントや保護者会も行かなくても大丈夫そうなので行かなくなっちゃいました。父が1年入院した後他界したんですが、その時はお父さんを優先してもらって大丈夫ですよと言ってもらえたこと、あと私が膝と腰にトラブルを抱えたことなどもあり、帰省を受け入れてもとっさのことに対応できないと思い断ったという経緯もあります。障害のある兄弟にどれくらい関わればよいのか、兄弟児は悩むところだと思いますが、正解は一つじゃなくてそれぞれが決めていいと思います。私はどっぷりお世話はできないなと思いましたが、何もしないのもどうかなと思っていたので、今はちょうどいい感覚です。5年ぐらいかけてヒーリングスクールの講座を受講していったんですが、これが大いに役立ちました。自分を癒していくと自分の気持ちにごまかしが効かなくなります。嫌なことは一つ一つやめていきました。私ってこんな狭いものの考え方してたんだなぁと恥ずかしくなったり、目から鱗ということもたくさんありました。何かあれば頭を使って考えるのが習慣でしたが、今では気楽に過ごせるようになっています。これからそのことについてより詳しくお話ししていこうと思います。皆さんがハッピーになれるようなワークも一緒にしていきますので、楽しみにしていてください。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは次の動画でお会いしましょう。